皆さんこんにちは。本日はね、2022年の6月28日なんですが、非常にね、暑い日が続いております。で、6月27日からね、梅雨明けしたということでね、関東地方ではね、非常にこのようにカラカラとしたね、晴れた日が続いておるんですが、実際はね、6月24日からね、猛暑日が続いております。で、皆さんご存知かもしれないですけど、日本の夏っていうのは蒸し暑い、ジメジメした蒸し暑い暑さをね、イメージすると思うんですけど、ここ数日の暑さはそういうのではなくてね、非常にカラカラとした暑さになっております。で、今年はね、梅雨明けが早いということで、日本列島のね、上側にまだね、梅雨前線が残ってるので、それがね、南下して、またね、戻り梅雨になる可能性があるっていうふうに言われてますよね。で、そうなるとね、また梅雨のね、ジメジメとした暑さが戻ってくると思うので、それはね、天気なので仕方ないですよね。はい、ということでね、本題に入っていきたいと思います。はい、で、苦しみをゼロにする以外の反出生のメリットっていうテーマなんですけど、これはね、生まれてくる子供の苦しみをゼロにする以外の反出生のメリットっていうことになります。で、なんでこういうことを話そうかと思ったかなんですが、反出生とはね、本来は生まれてくる子供の苦しみを回避するために産まないっていう思想なんですけど、それに対してね、生まれなければ無であることを証明できなきゃ、生まれなければ苦しみはゼロであるとは言えない、生まれない状態はどういう状態かわからないっていうね、極めて非科学的なことを言う人がいるんですよね。もちろんね、科学的に考えれば脳によって意識が生じているので、生まれなければその意識も生じないっていうのが常識的にね考えた結果なんですけど、そういうね、生まれなければどういう状態かわからないっていう宗教的なことを言う人もいるので、今回はね、仮に生まれなければ苦しみはゼロであるとは言えないってことを前提として、反出生主義のメリットは何なのかっていうことをねお話ししていきます。で、生まれなければね、苦しみはゼロだとは言えなければ、反出生主義で子供を産まないことは生まれてくるであろう子供の苦しみを回避する手段ではなくなるので、メリットないじゃないかって言われるかもしれないですよね。なので、生まれてくる子供の苦しみをゼロにする以外の反出生主義のメリットっていうのを今回お話ししていきます。で、今回お話しすることはね、既存の人間にとってのメリットも含まれるので、必ずしもね、生まれさせられる子供側のメリットだけではないので、本当のね、反出生主義という観点からは若干外れるかもしれませんが、そこのところはね、ご了承ください。はい、で、1つ目なんですけど、生きることに伴う労力の削減っていうのはありますよね。仕事とか買い物とか人間関係とかその他もろもろ、人が生きることで費やさなければならない精神的肉体的苦痛の削減っていうのはありますよね。生まれなければ人生の労力よりももっとひどい労力を費やさなければならない場合があったらどうするんだって言われちゃうかもしれませんけどね。はい、で次なんですけど、社会不適合者や犯罪者を生じさせるリスクの回避っていうのがありますよね。精神疾患や発達障害や普通に働けない人などの社会不適合者や犯罪者などの社会的にね不要なというかね害悪な人間を生じさせることのリスクの回避っていうのはありますよね。子供を産まなければそういう人が生じるリスクもゼロですからね。はい、で次なんですけど、人口過多による資源不足の対策っていうのはありますよね。今地球の人口は増えてるんですが、食料や原材料などの資源とかね就職口には限りがあるので、資源不足や就職倍率上昇の対策として人を増やさない方がいいと言えますよね。はい、で次なんですけど、子育ての負担を省けるっていうのはありますよね。子育てに伴う金銭的、時間的、労力的負担などを省けるっていうのがあると思います。はい、で次なんですけど、環境保全、人は地球にはいない方がいいってことがあると思います。人はね、地球にとってどういう存在なのか、地球にとっていた方がいいのか、いない方がいいのか、人がいることで人工のものを作って環境を汚したり CO2 を出したりする以外に、人以外の動物をいじめたり殺したり戦争とかもするじゃないですか。なので、ぶっちゃけね、人っていうのは地球にとってマイナスである、いない方がいいっていうふうに言えると思うんですよね。で、人間である私が言うとね、ならお前人間やめちまえよとかね言われることもしばしばあるんですけど、ぶっちゃけね、人間が地球にとって一番害悪ですよね。狩猟とかかわいそうですよね。だったらお前肉食うなよって言われるかもしれないですけど、でもわざわざ動物を殺したくないですよね。だっていくら害獣だったとしても人間にとって害があるだけであって、彼らは何も悪気はないんですからね。例えば天井裏に住み着くハクビシン、別にそこに家がなければいいだけであって、寒さをしのげる場所である人間の住む家があるから偶然住み着いた結果殺されたり駆除されたりするんですよね。彼らは人間の住む家に住み着こうとして悪気があって住み着いてるわけじゃないですし、そこに家がなければ別の場所で寒さをしのいでたかもしれませんよね。なのでハクビシンには悪気はないんですよ。あと先日岩手県かどこかで家にクマが入って果物を食べようとしたところ、家の人間がね、ローキックで脅かして追い出したらしいですけど、それだってね、クマには悪気はないんですよね。
熊はたまたまそこに家があって食べ物があったので鍵つけて入ってきただけであって悪気はないんですよね。別にそこに家がなければ別の食べ物を探すでしょうしね。あと先日アメリカのテネシー州で車の車内にクマが入ってそのままドアが閉まって暑さで死んじゃったらしいですけど、そういうのもね全て人間がいなければ起きないんですよね。クマはたまたま車があって車内に食べ物があったのでそこに入って食べただけで悪気はないんですよね。つまり何が言いたいのかっていうと、動物には悪気がないので何をされても憎めないですし、むしろね彼らは自然とうまく調和してうまく生きれる反面、人間はね自分たちに都合のいいように自然破壊してばっかりじゃないですか。なので、人間っていうのはね自然破壊しなければ生きられないので弱いんだと思うんですよね。ハクビシンだってクマだって人間にとって害悪だから人間の都合だけで殺されたりするんですよね。しかも人間には悪気があるじゃないですか。なので、こういうことをねいろいろと勘案すると、人間がね一人もいない地球は地球環境的にも一番いい美しい状態であると言えると思います。ただねいきなり人間をゼロにするのは無理なので、人間を増やさない方がいいということが言えると思います。はい。で次なんですけど、これはねメリットというより人間不要論かもしれないんですけど、人間自体が時代遅れになりつつあるっていうこともあると思います。将来的にはねさらなる AI やロボットの発達でいろいろなことがね無人化自動化されると思うので、そもそもねそんなに人いらないよねって思うんですよね。日本の場合はね人を増やすよりもむしろね1人当たりの労働生産性を上げた方がいいと思うんですよね。以上になります。この動画が少しでもためになった、面白かったと思った方は、いいねやチャンネル登録をお願いします。